さて今日は少し背筋が寒くなる話をしよう。君はアナベルという名前を聞いたことがあるだろうか。そう、ホラー映画のアナベルシリーズのモデルにもなった世界で最も呪われた人形のことだ。映画のフィクションと思っていたかもしれないが、実在のエピソードが元になっている。今回はその背景や詳細について一緒に探っていこう。まずアナベルの歴史を紐解いていこう。この人形が最初に注目されたのは1970年代初頭、アメリカのコネチカット州に住む2人の女性、ドナとアンジーが持っていたラガディアンという布製の人形がその始まりだ。ラガディアンといえば見た目は愛らしくて柔らかい、とても呪われているようには見えないだろう。この人形はドナの母親が彼女の誕生日にプレゼントしたものだった。しかしその人形が部屋の中で勝手に移動していることに気づいた時、彼女たちの生活は一変する。最初は些細な変化だった。ソファーに座らせておいたはずの人形が次の日には椅子に移動していたり、腕の位置が変わったりしていた。君なら単なる気のせいだと思って無視するだろうか。だがこの小さな違和感は次第にエスカレートしていく。ある日、ドナは人形のそばに奇妙なメモを見つけるようになる。そのメモには助けてといった文字が書かれていたんだ。不思議なことに彼女たちはその紙を自分たちで用意した記憶がない。さらに不可解なことに、人形から血のような液体がにじみ出るという現象まで起こる。それは人形の胸元や手首から湧き出てくるようだった。この液体を調べたところ、人間の血液ではないことが判明しているが、その正体は不明のままだ。ここまで来るとさすがに普通の出来事じゃないと感じるだろう。事態を深刻に受け止めたドナとアンジーは友人のルーと相談し、ついに超常現象の専門家に助けを求めることになる。その専門家とは心霊研究家として知られるロレイン・ウォーレン夫妻だ。彼らは資料館シリーズの映画にも登場する実在の人物で、多くの超常現象を調査している。ウォーレン夫妻はアナベルを調査した結果、恐ろしい結論に達する。この人形には悪霊が宿っている可能性が高いというのだ。ただしその悪霊は単に人形を動かしているわけではない。この悪霊の目的は人形を通じて人間に接触し、最終的にはその魂を奪うことだと説明している。彼らはこの人形がいわゆるポルターガイスト現象の媒体となっているだけでなく、より深刻な悪魔的存在の侵入を助ける役割を果たしていると指摘している。ルーはドナたちの友人で、当初からこの人形に対して嫌な感じを抱いていた。ある夜、彼は恐ろしい体験をする。寝ている間に悪夢を見たのだ。その夢の中でアナベルが彼の胸に乗り動けなくしてくる。そして突然胸に激痛が走り、目を覚ますと彼の胸には深い傷跡が残されていた。この事件がアナベルの恐ろしさを決定的なものにしたと言えるだろう。さらに別の日、3人がアナベルを調査しようとした際、異様な物音を聞きつけた。ルーが音のする方へ向かうと、突然目に見えない力に押し倒され、背中に激しい痛みを感じた。後に確認すると、彼の背中に新たな傷跡が現れていたという。この出来事により、彼らは完全に人形の危険性を確信することになる。アナベルに関するもう一つの重要なルールが、目を合わせてはいけないというものだ。このルールは、アナベルが他者と視線を通じて悪影響を及ぼす可能性があると信じられているからだ。博物館の訪問者やスタッフの間でも、アナベルの目を見ると頭痛や吐き気を感じたという報告が複数ある。あるスタッフはアナベルのケースを清掃している最中にうっかり目を合わせてしまい、その晩悪夢にうなされたと語っている。その夢ではアナベルが実際に動き出し、彼に悪夢を見せたという。アナベルがウォーレン夫妻の手に渡った後も不穏な事件は続く。博物館に訪れた若いカップルがその一例だ。男性がアナベルのガラスケースを指さしながら、
本当に呪われているのか試してみようと冗談交じりに挑発した数時間後、彼らはバイク事故を起こした。彼女は軽傷で済んだが、男性は命を落とした。多くの人々がこれを偶然ではないと考えている。さらに毎月の祈祷を怠った際には博物館内で物が勝手に移動するなどの怪現象が報告された。これが偶然か否か、君はどう思う？もう一つの事例を紹介しよう。ある観光客が博物館を訪れた後、謎の体調不良を訴え、医師でも原因が特定できなかったケースがある。その観光客はアナベルの写真を撮影した際、写真を撮るなという声を聞いたと証言している。その後彼のカメラは故障し、撮影した写真も全て消えてしまったという。ウォーレン夫妻の博物館に安置されているアナベルは特別に設計されたガラスケースに収められている。このガラスケースには鍵がかかっており、定期的な聖職者による祝福が行われているが、現在周囲にどのような影響を及ぼしているかは不明である。この話を聞いて君はどう感じただろうか。アナベルは単なる人形だという人もいるだろうが、多くの証言や体験談がそれを否定している。ウォーレン夫妻のような専門家でさえ、この人形には注意を払うべきだと警告している。つまり私たちは未知のものに対する畏敬の念を忘れてはならないということだ。恐怖は単なる感情ではなく、時に私たちへの警告であることを思い出してほしい。次回はこの世界を少し離れ、新たな謎を追い求めていこう。Coming with them bangers. Tell me where my paper. Still on the